株じいさん。株金に侵されたじいさんですね。株の走破性を確認したく、もう一度レンタルをすることにしました。株をレンタルする際って必ず株に乗ったことありますかってホンダサービスの方聞かれますね。1ヶ月前に125に乗ったよって答えます。ピンク色の株に乗るの恥ずかしいって言ったら、そりゃ恥ずかしいでしょうよってね、困った笑いしてましたね。はい、そしてお決まりのあれです。ロータリーミッション、丁寧にやっぱり説明しますね。ホンダさんにはきっと説明のマニュアルがあるんだと思います。毎回同じ説明ですね。さすがホンダです。前回はスーパーカブの穏やかな動力性能を確認したわけなんです。今回はスーパーカブの操縦性や走破性っていうのを体感してみたく走りに行きます。それでは行ってみましょう。はい、まずはいつもね、私がデイキャンプをする近くの野原がいっぱいある公園にやってきました。スーパーカブ軽くて低重心なもので、とても運転しやすいんですよね。でこういうちょっとした舗装路じゃないところはもう気楽に、自転車感覚で入っていけるんですね。何の気負いもいらないですね。これね、砂が浮いているような舗装路でもなんて言うんでしょう、安心して走れる、やっぱり軽さ、それからね、この乗車姿勢が立っていて目線が遠くまで効くんですよね。前かがみじゃなくてハンドルに変な力もかからなくて、とっても運転しやすくて安心して乗れる。そう、気軽に気負うことなく乗れる。だからね、やっぱりね、走破性はいいんじゃないかなって想像がつきましたね。とっても乗りやすいです。後でわかるんですけど、この程度のオフロードであればサスペンションはね、底付きもせずね、乗れます。はい、昼になりましてね、お腹空いたんでラーメンを食べることにします。じいさんはね、こうやって屋外アウトドアののっぱらでね、こんなポケットストーブでラーメン作ってね、食べるのが大好きですね。自然の中だと何でも美味しいです。ピンク色の株見ながら時代の変化を感じつつね、昔と変わらない札幌一番塩ラーメン、安定の味いただきました。今度はね、ちょっと気合を入れまして、オフロード具合がね、もうちょっと激しいラフな道をあれこれ走ってみることにしました。ここではね、素人の株じいさんがですね、スーパーカブの走破性うんぬんかんぬん言うのはやめます。で、とってもいい例があるんですね。カブが実は世界中の冒険家に愛用されてるっていうのを皆さんご存知でしょうか。名だたる世界中を走り回っている冒険家がスーパーカブを選ぶんですね。トランザルプとか BM の GS とかね、テネレとかね、そういった世界を代表するアドベンチャーバイクに肩を並べてスーパーカブを選ぶ理由があるんだそうです。それは小型、軽量、そして素晴らしい燃費、そしてもう一つの条件が壊れにくい丈夫さ、さらにもっと大切な条件っていうのが、壊れた時にどこでも直せる。どんな偏僻な場所でも自転車屋か金物屋があれば大抵の故障を直すことができる。そういう万能性、バーサタイル、そういう性能がカブには備わっていて、これが世界中を走り切るには大切なんだって大冒険家の皆さん熱弁されますね。ですからそのスーパーアドベンチャーバイクが持っている素晴らしいトルクだとか馬力とか最高速とか、そういうことを求めてないんですよね、実は。ここでちょっと話がそれちゃうんですけど、この写真のハリウッドの大物アクションスター、昭和世代にはもう忘れられないスーパーヒーローですよね。皆さんご存知のスティーブ・マクイーンです。彼、なんと彼の愛車、スーパーカブの C50、USA の輸出版なんですが、彼はスーパーカブ C50 の株主なんですね。オフロード走るの大好きな彼がカブを選んでたっていうのが本当驚きでしたね。カブをアメリカ中に広めた立役者と言われてます。
世界中を股にかけているアドベンチャー冒険家が株を選ぶ一つの理由が、馬力トルクはいらない、何にも考えずにずーっと全開走行できる株はとにかく疲れないんだそうですね。これがまた意外でした。もうすごいスピードで走れるスーパーバイクが必要と思いきや、そうじゃないんですね。疲れないこと、これはとても大事な要素だって彼らは言います。そういうスーパーアドベンチャーバイクっていうのはトルクも馬力もものすごくてですね、アクセルをひとひねりするとそれこそリアタイヤがガガガッとねスリップしてしまう、そんなパワー、それはいらないっていうことです。はい、夜になってねちょっと冷えてきたんでラーメンを食べて温まろうと思います。今度はねチキンラーメンをいただこうと思いますね。安定のチキンラーメンです。お腹いっぱいになったら眠くなったんでちょっと寝ました。はい、東の空も明るくなってきたんで、また荒野を走り抜けてみることにしました。先ほどの続きで、アドベンチャーバイクって高速に乗れないと困るじゃない、株って高速に乗れないしどうなのって話があるんですけど、日本の独特な法制度の関係で株は高速道路に乗れないんですけど、海外に目を向けるとですね、 110cc のバイクって普通にフリーウェイハイウェイに乗れるんですよね。そこが日本と法制度の違う海外でスーパーカブがアドベンチャーバイクとして重宝される理由なのかなって思いましたね。こうやってね埼玉の田舎のねいろんな田舎道、荒れた道、野原、草原、河川敷、砂利道、ぬかるんだ道、あぜ道走ってみましたけど、まあどこでも走れますね。スーパーカブすごいです。ただ乗りやすいだけじゃない、すごい走破性を備えた小さなスーパーカブ実感できましたね。無事に帰着できました。ほっとしました。はい、本田さんに株どうでしたかって聞かれてもとってもいいです。もう株金に侵されまくりましたね。株が泥だらけでどこ走ってたんですかって聞かれてですね、ちょっとその辺走ってましたってお茶を濁しましたいよいよ株金に侵された株じいさんでした。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンをどうぞよろしく。